雨の向こう側。第一章、雨の六甲山。神戸の街は今日も静かな雨に包まれていた。灰色の空から降り注ぐ雨粒は古き良き港町の石畳や瓦屋根を優しく叩き、独特の哀愁と美しさを引き立てていた。東條玲子は検事室の窓から降り続ける雨を眺めながら深いため息をついた。東京地検から神戸地検特捜部に異動してきてもう3ヶ月が過ぎようとしていた。厳格な東京仕込みの物腰、真面目すぎる性格は時に融通が利かないと揶揄されることもあったが、それでも彼女は自分の信念を曲げなかった。持ち前の誠実さと鋭い洞察力は彼女の武器であり、同時に彼女を孤独にする原因でもあった。東條さん、この資料を確認しておいてくれる？先輩検事の声に振り向くと、分厚いファイルが玲子の机の上に置かれていた。茶色い表紙には、六甲誠一郎失踪事件と太い黒字で記されている。六甲。その名前は神戸では誰もが知る名家だった。神戸港の開港以来、海運業で財を成し、戦後は造船、現在は不動産、金融と事業を拡大。神戸の経済界に絶大な影響力を持つ財閥だ。六甲家の御曹司が行方不明になっているんですか？玲子は資料を手に取りながら、少し驚いた様子で尋ねた。ああ、半年ほど前からね。最初は気まぐれな海外旅行だと思われていたんだが、最近になって彼の銀行口座から莫大な金が引き出されていたことが発覚したんだ。父親の六甲正彦が、ようやく重い腰を上げて捜索願いを出したよ。先輩検事は、なぜか皮肉っぽい笑みを浮かべながらそう言った。玲子の鋭い目は、その表情の裏に何かを感じ取った。玲子はファイルを開き、六甲誠一郎の写真を見た。端正な顔立ちの、どこか物憂げな表情の青年だった。黒い髪は少し長めで、知的な印象の中に、どこか影を宿した目が印象的だった。32歳、玲子より3つ年上だ。では、この件を私が担当するということですか？玲子は写真から目を離し、先輩検事を見つめた。そうだ、君は東京からの転勤組だから、神戸の有力者に忖度しない目で見てくれるだろうと思ってな。忖度。その言葉に、玲子の胸が痛んだ。父親の顔が脳裏に浮かぶ。背の高い、いつもまっすぐに前を見つめていた父の姿。その誇り高さと、最後の絶望の表情が交錯する。東條雄一は、かつては誰もが認める敏腕検事だった。しかし玲子が中学生の時、突如として汚職の疑いをかけられ、その重圧に耐えかねて自ら命を絶った。私は潔白だ、という遺書だけを残して、父の無実を信じる玲子は、それから法曹の道を志し、父の汚名を晴らすため、そして真の正義とは何かを追求するために検事になったのだ。わかりました。全力で取り組みます。玲子は静かに答えた。帰り際、地下の駐車場に向かう途中、玲子の携帯電話が鳴った。見知らぬ番号からだ。何かの予感がして電話に出た。もしもし、東條です。六甲山の旧御影トンネル付近を調べてみろ。真実はそこにある。低く歪んだ声が。そう告げて電話は切れた。
玲子は立ち止まり、今聞いた言葉を反芻する。旧御影トンネル。彼女はその場所を知っていた。翌日は土曜日、玲子は迷わず六甲山へ向かった。旧御影トンネルは、かつて六甲山と市街地を結んでいた古いトンネルだ。今は新しいトンネルが開通し、使われなくなっていた。霧雨が降る中、玲子は旧トンネルの入り口に立った。人気のない山道は静寂に包まれている。トンネルの周辺を調べていると、わずかに踏み荒らされた獣道を発見した。その先をたどると、小さな谷間に出る。谷間の土はどこか不自然に盛り上がっていた。そして玲子の目に予想もしなかった光景が飛び込んできた。浅く掘られた土の中から人の手らしきものが突き出ていた。玲子の背筋に冷たいものが走った。第2章、雨の雫。東條さん、単独行動は慎むように言ったはずだが、こういうことは必ず報告してからにしてくれ。神戸北署の刑事課長、鳴海哲也は、眉間にシワを寄せながら玲子を見た。55歳の鳴海は、髪がすっかり白くなり、定年を間近に控えた神戸生まれの古参刑事だ。がっしりとした体格、日焼けした顔に刻まれた深いシワは、彼の歩んできた道のりを物語っている。申し訳ありません。匿名電話を受けて、確認せずにはいられなくて、玲子は頭を下げながら言った。二人は警察署の一室で向かい合っていた。窓の外では、相変わらず雨が降り続いている。発見された遺体の検視が行われているところだった。そのおかげで遺体が見つかったわけだからな。叱りようがないよ。それにしても、よくあんな場所を見つけたもんだ。発見された遺体は、かなり日数が経過していたが、DNA 鑑定の結果、六甲誠一郎のものではなかった。身元は現在調査中だという。遺体は男性のもので、死因は頭部への強い打撃による脳挫傷。死後、数ヶ月が経過していると推定されていた。六甲誠一郎の失踪と、この遺体に関連があるとお考えですか？玲子は静かに鳴海に尋ねた。どうかな。偶然という可能性もあるが、鳴海は言葉を濁した。あんたはどう思う？直感ですが、関連があると思います。誰かが私に、その場所を教えたかったんです。それも、私が六甲誠一郎の捜査を担当すると知った上で、鳴海はしばらく黙っていたが、やがて重い口を開いた。実は私も同じことを考えていた。東條さん、この件は公式な捜査とは別に、あんたと私で少し調べてみようか。神戸には、表からは見えない闇がある。それを知るには、時に公式のルートを外れる必要もあるんだ。玲子は少し迷ったが、鳴海の目に映る決意を見て、うなずいた。はい、お願いします。こうして玲子と鳴海の共同捜査が始まった。二人は、まず、六甲誠一郎の交友関係を探った。鳴海の地元での人脈を頼りに、誠一郎の友人や知人に接触していく。彼はいつも何かを探しているような目をしていた。と、大学時代の友人は語った。お金も地位も持っていたのに、何か足りないものがあるように見えた。そして玲子たちは、興味深い事実を知る。誠一郎は失踪前、ある社会奉仕団体に熱心に通っていたのだ。
家族や会社の人間にさえ秘密にしていたその活動は、彼の本当の姿を示すものだったのかもしれない。海の子ども財団。その団体は、神戸の貧困層の子どもたちに教育支援を行っていた。代表を務めるのは、吉岡風花という28歳の女性だった。湾岸沿いの古いビルの一室。そこが、海の子ども財団の事務所だった。中に入ると、壁には子どもたちとの触れ合いの写真が飾られている。その中に、玲子は六甲誠一郎らしき男性を見つけた。写真の中の彼は、資料で見た時よりも生き生きとした表情をしていた。お待たせしました。何かお手伝いできることがありますか？颯爽と現れた吉岡風花は、玲子が想像していた以上に美しい女性だった。知的な眼差しと、凛とした佇まい。物腰は柔らかいが、芯の強さを感じさせる。はじめまして、神戸地検特捜部の東條玲子です。こちらは神戸北署の鳴海哲也刑事課長です。玲子は自己紹介をした。六甲誠一郎さんについてお話を伺いたいのですが、風花の表情が一瞬だけ硬くなった。それは非常に短い瞬間だったが、玲子の鋭い目は見逃さなかった。六甲さんのことですか？風花は椅子に座りながら言った。彼はうちの活動に大変協力的でした。子供たちにも人気がありましたよ。六甲さんが失踪される前、何か変わったことはありませんでしたか？そうですね。風花は考え込むような素振りを見せたが、特に思い当たることはありません。と答えた。彼女は窓の外に視線を向け、降り続ける雨を見つめた。彼はいつも穏やかで、優しい方でした。ただ、玲子は風花の言葉の途切れを捉えた。いいえ、何でもありません。風花は微笑んで言った。彼がどこにいるのか、早くわかるといいですね。しかし玲子は、彼女の目が一瞬だけ影を宿したことを見逃さなかった。事務所を出た後、雨の中を歩きながら成海が言った。彼女、何か隠しているな。話したいことがあるのに、言えない何かがある。私もそう思います。玲子はうなずいた。でも、なぜ隠す必要があるのでしょう。それを探るのが、私たちの仕事だ。成海は雨の降る神戸の街を見渡しながら言った。神戸という街はな、表と裏が複雑に入り組んでいる。港町特有の光と影さ。歴史のある街には、それだけ多くの秘密が眠っているんだ。玲子は黙ってうなずいた。彼女自身も、表の顔と裏の顔を持つ街の闇をこれから掘り起こさなければならないのだから、それは父の真実にもつながるかもしれない。第3章、ガラスの記憶。六甲家の屋敷は六甲山のふもとに位置する高級住宅街の中でもひときわ目を引く存在だった。広大な敷地には明治時代に建てられた洋館と数寄屋造りの和館が調和を保ちながら共存している。門を入ると手入れの行き届いた庭園が広がる。雨に濡れた苔や石、しっとりと湿った空気が独特の雰囲気を醸し出していた。玲子と成海が訪れた時、応対したのは六甲家の古い使用人、西村美紀だった。75歳の美紀は小柄な体に凛とした気品を漂わせ、50年近く六甲家に仕えてきた女性で、
誠一郎の乳母でもあったという賢治さんですか。ミキは玲子と成美を応接間と呼ばれる洋館の一室に案内しながら言った。大変なお仕事ですね。応接間は重厚な家具と壁に飾られた油絵で彩られていた。窓からは庭園の一部が見え、雨の静けさが部屋の中にも満ちていた。誠一郎様のことで、ミキは警戒心を隠さなかった。あの方なら、きっとすぐに戻ってこられますよ。心配はいりません。西村さん。玲子は優しく言った。彼女はミキの目をまっすぐ見つめた。私たちは誠一郎さんを見つけるために来たんです。どうか協力してください。ミキは玲子の目をしばらく見つめていたが、やがて小さくため息をついた。あなた、正直な目をしていますね。東京からいらしたとか。ミキは玲子を見ていった。実は私も、誠一郎様のことが心配でなりません。六甲家にはたくさんの秘密があるんです。その重さに、あの子は耐えられなかったのかもしれません。秘密ですか？玲子は静かに尋ねた。ミキは周囲を見回し、誰も聞いていないことを確認すると、声を潜めて話し始めた。その日、ミキは公式の取り調べでは話さなかったことを、玲子に打ち明けた。誠一郎は実は六甲家の実子ではなく、養子だったのだ。彼の実の親は、戦後間もなく没落した旧家の末裔で、生後間もなく六甲家に引き取られた。その事実は、誠一郎自身も知らなかったという。それはいつ頃のことだったのですか？玲子はメモを取りながら尋ねた。今からちょうど32年前です。誠一郎様が生まれてすぐの頃、ミキは遠い目をして答えた。私はその時からずっと彼の面倒を見てきました。実の子のように愛していたんです。なぜそれを隠していたんですか？六甲家の恥だと思われていたのでしょう。ミキは遠い目をしていった。でも、誠一郎様はあの家の本当の宝でした。優しい心を持った方です。でも、血のつながりのない親子には、埋められない溝があるのかもしれません。誠一郎様はいつもどこか孤独そうでした。正彦様に認められようと必死に頑張りながらも、自分の居場所を探しているような、その話を聞いた成美は、ますます謎が深まったと言った。誠一郎が自分のルーツを知ったのかもしれないな。それが失踪の理由になることもある。養子であることを知り、実の親を探すために姿を消すというのは、珍しいことではない。でも、なぜ今なのでしょう？玲子は考え込んだ。もし誠一郎さんが自分のルーツを知ったとして、それが六甲家から巨額の金を引き出して姿を消す理由になるでしょうか。雨は、二人の車の窓を静かに叩き続けていた。雨粒が流れる様子は、まるで誰かの涙のようだった。同じ頃、六甲山で発見された遺体の身元が判明した田中幸太郎、30歳の港湾労働者だ。そして意外なことに、彼もまた、海の子ども財団に関わっていたという。幸太郎は週末、財団でボランティアとして子どもたちに勉強を教えていたのだ。玲子と成美は急いで風花のもとを訪ねたが、財団の事務所は閉鎖されており、風花自身も姿を消していた。ドアには、一身上の都合により、しばらく活動を休止します。という張り紙が貼られていた。近隣の住民によれば、風花の団体は突如活動を停止し、
彼女も引っ越したという。夜のうちに荷物をまとめて出て行ったようです。と隣の店の主人は言った。不審に思った2人は財団の元メンバーを探し出して話を聞くことができた。井上という若い女性は風花の財団で事務員をしていた。風花さんは実は神戸港の再開発計画に反対する活動もしていたんです。と井上は語った。その再開発計画の中心にいたのが六甲財閥でした。港の一部を高級マンションやショッピングモールに変える計画で、多くの港湾労働者が職を失うことになるんです。そして幸太郎さんはその労働者の一人だったということですか？はい、彼は仲間を代表して反対運動に参加していました。そこで風花さんと知り合ったんです。井上はうなずいた。でも不思議なことに、そんな関係なのに風花さんと六甲さんはとても親しくなっていきました。最初は敵対していたはずなのに、その話を聞いて玲子はさらに疑問を深めた。六甲家と風花、そして失踪した誠一郎と遺体で発見された幸太郎、これらはどうつながっているのか。そして玲子が六甲家の家系図を調査するうち、彼女は衝撃的な事実を知ることになる。彼女が六甲家の過去の記録を調べていると、ある弁護士の名前が目に留まった。それは彼女の父親、東條雄一だった。彼は若い頃、六甲正彦の弁護を担当していたのだ。それは玲子の父が自殺する直前の最後の仕事だった。玲子の手が震えた。彼女は資料を握りしめながら、父の最後の日々を思い出していた。父は何かに悩み、苦しんでいた。そして突然、すべてを投げ出すように命を絶った。父と六甲正彦。玲子はつぶやいた。この偶然は、偶然ではないかもしれない。父が最後に関わっていた仕事と今の事件がつながっているなら。第4章、霧の階段。玲子は父の形見である古い革のバッグから父の残した資料を取り出した。父が亡くなった後、彼女は父の私物をすべて整理し、このバッグだけを手元に残していた。黄ばんだメモ用紙に残された父の筆跡を見ると、胸が締め付けられるような気持ちになる。しかし今は、感傷に浸っている場合ではない。父の調査内容を詳しく読み込むと、そこには六甲家が戦後に獲得した神戸港周辺の広大な土地に関するメモが残されていた。そのメモによれば、その土地はかつて高取家という没落貴族の所有地だった。戦前は神戸の名家として知られていたが、戦争で当主が亡くなり、戦後の混乱期に没落。六甲家は戦後の混乱期にその土地を取得したという。そして父のメモには、その取引に疑惑があると記されていた。不当な価格、脅迫の疑い、文書偽造かといった走り書きがページの端に残されている。父は六甲家の不正を追及しようとしていたのか。玲子はつぶやいた。玲子はさらに調査を進め、驚くべき事実を発見する。高取家の記録を丹念に調べていくと、32年前、高取家の最後の当主夫妻が事故で亡くなった際、幼い男児がいたという記録が見つかった。そして、その子供の行方は親戚に引き取られたとだけ記されている。生年月日を確認すると、それは誠一郎と同じだった。
つまり誠一郎の実の親は高取家の末裔だったのだ。彼は本来高取家の跡取りだった。六甲家は戦後の混乱期に高取家から不正に土地を奪い、その代償として跡取りである赤ん坊を引き取ったということか。玲子は震える手でメモを握りしめた。そして父はその真実を追求しようとして、一方風花の足取りを追った成美からも連絡が入る。風花の本名は高取風花。彼女は高取家の末裔の娘だ。戦後に分家した高取家の血を引いていて、誠一郎とは遠い親戚にあたる。彼女の父親は土地の返還を求めて裁判を起こそうとしていたが、10年前に謎の事故で亡くなっている。すべてのピースがつながり始めた。風花は家族の失った土地の真実を知るため、六甲家に近づいていた。そして誠一郎と出会い、彼に真実を伝えたのではないか。二人は共謀して六甲家の不正を暴こうとしていたんだ。玲子は成美に言った。でも誰かがそれを阻止しようとした。幸太郎はその犠牲者になったのではないでしょうか。そうだとすると誠一郎と風花も危険な状況にあるかもしれない。成美は心配そうに言った。玲子と成美は六甲家の右腕である森川浩二という人物に注目するようになる。彼は正彦の影の番人として六甲家の諸問題を解決してきた男だった。冷酷で実務能力が高く、六甲家のために手段を選ばない人物として知られていた。そして幸太郎を調べるうち、彼が誠一郎の協力者であったことも判明した。彼は再開発で失業する港湾労働者の代表として風花の活動に参加していたのだ。そして最近誠一郎と密会していたという目撃情報もあった。幸太郎は誠一郎と風花の間の連絡役だったのかもしれない。玲子は推測した。そして森川に見つかってその仮説を裏付けるように森川の行動にも不審な点が見られるようになった。彼は最近六甲山の別荘に頻繁に通っているという情報が入った。それは旧御影トンネルの近くにある六甲家の狩猟用の隠れ家だった。真相に近づいているという感覚を得た玲子だったが、夜の帰り道、突然の危険に見舞われる。急な下り坂で彼女の車のブレーキが突然効かなくなったのだ。パニックになりかけたが、玲子は冷静さを保ち、ギアを落として速度を緩め、ハンドブレーキを慎重に引いた。それでも速度は落ちず、車は坂を下り続ける。玲子は必死にハンドルを操り、道路脇の柵に車をこすらせてスピードを落とすことに成功した。車は大きく損傷したが、なんとか止まることができた。ブレーキのホースが切られていた。明らかな殺人未遂だ。成美は玲子の車を調査してそう言った。あんたが真相に近づきすぎたんだよ。誰かがあんたを黙らせようとしている。森川ですね。玲子は震える声で言った。可能性は高い。あんたはしばらく身を隠した方がいい。しかし玲子は頭を振った。いいえ、逃げません。父が命を懸けて守ろうとした真実を私が明らかにします。それが検事としての、そして娘としての私の責任です。成美は玲子をじっと見つめ、やがて深いため息をついた。わかった。だが、これからは一人で行動するな。必ず私と一緒に動くんだ。約束してくれ。玲子はうなずいた。
彼女の目に宿る決意は揺るぎないものだった。第5章、雨音の向こう側。心配そうに雨を見上げながら、玲子は森川の事務所の前に立っていた。成美の知り合いの警備員から入手した情報によると、森川は今夜、出張のため神戸を離れているという。これが事務所を調査する絶好の機会だった。成美の協力者から借りた鍵で、こっそりと事務所に忍び込む2人。蒸し暑い6月の夜気の中、事務所の空気は妙に冷たく感じられた。手分けして探そう。成美は小声で言った。30分ほど探した後、玲子は重要な発見をした。森川の机の引き出しには二重底があったのだ。そこには六甲山の隠れ家の鍵と風花の写真が置かれていた。写真の風花は警戒するような表情をしており、どこかで隠し撮りされたものと思われた。風花さんが危ない。玲子は写真を手に取りながら言った。森川は証拠隠滅のために、彼女を警察に応援を呼ぼう。成美は電話を取り出した。正式な手続きで捜索令状を取得して、森川を逮捕する。しかし玲子は、時間がないことを感じていた。彼女の直感が、今すぐ行動しなければならないと叫んでいた。私が先に行きます。警察と一緒に、後から来てください。待て、東條さん。成美は彼女を引き止めようとしたが、玲子はすでにドアへと走り出していた。お願いします。成美さん、私を信じてください。玲子は振り返り、真剣な表情で言った。必ず無茶はしません。成美の静止を振り切り、玲子は単身、六甲山の隠れ家へと向かった。霧雨の中、参道を進む玲子の心の中には、不思議な静けさがあった。恐怖も緊張も感じていたが、それ以上に強い使命感があった。父の無念を晴らし、誠一郎と風花を救い、そして真実を明らかにする。その思いが彼女を駆り立てていた。玲子が到着した時、森川の車が止まっていた。隠れ家は、かつて六甲家が狩猟用に使っていた山小屋だった。彼は出張のはずではなかったのか？静かに近づき、窓から中を覗くと、風花が椅子に座り、森川が彼女に何かを問い詰めている様子が見える。部屋の隅には旅行バッグが置かれており、風花がどこかに行こうとしていたことがうかがえた。玲子は深呼吸し、勇気を振り絞ってドアをノックした。一瞬の静寂の後、重い足音が近づいてきた。開けたのは森川だった。50歳を過ぎた彼は、厳格な顔立ちと鋭い目を持つ男だった。東條検事。森川は驚いた様子を見せたが、すぐに冷静さを取り戻した。よく来られましたね。お招きしたわけではありませんが、風花さんと話がしたいんです。玲子は平静を装って言った。構いませんよ。ちょうど私も彼女と話していたところです。森川は意外にも素直にドアを開け、玲子を中に招き入れた。風花は暖炉の前の椅子に座っていた。彼女は玲子を見ると、驚きと安堵の表情を浮かべた。東條検事、大丈夫ですか？玲子は風花に近づきながら尋ねた。ええ、森川さんは私に、誠一郎さんの居場所を聞いていたんです。風花は静かに答えた。でも、私には本当にわからないんです。森川は二人のやりとりを冷静に見つめていた。
彼は窓辺に歩み寄り、雨に煙る森を眺めながら言った。なんとも感動的な再会ですね。高取家の末裔へと東条検事の娘。その言葉に玲子は思わず振り返った。私のことをご存知なんですね。もちろん。森川は笑みを浮かべた。あなたが東条雄一の娘だということは、あなたが神戸に赴任した時点で調べさせました。過去の因縁というものは、時に思わぬ形で再燃することがありますからね。父のことを知っているんですか？玲子は振り向いた。もちろん。彼は六甲正彦の弁護を担当した後、余計な調査を始めた。土地の不正取引についてね。森川は冷たく笑った。だから黙らせる必要があった。有能な法律家だったが、好奇心が強すぎた。それが彼の命取りになった。父は汚職などしていなかった。玲子は震える声で言った。あなたが父を陥れたんですね。賢いですね。森川は玲子に近づいた。でも、賢すぎると命取りになることもある。あなたのお父さんのように、もう十分でしょう。あなたも風花さんも、これ以上のことは知らない方がいい。誠一郎のことは私たちが探します。あなたは東京に戻りなさい。この件からは手を引くんです。そうすれば、その瞬間、何かが窓を割って飛び込んできた。大きな石だった。ガラスの破片が部屋の中に散らばり、森川が驚いて窓の方を見た隙に、玲子は風花の手を取って玄関へ走った。急いで、玲子は風花を促した。二人は雨の中へと飛び出した。外は闇に包まれ、雨がさらに激しくなっていた。玲子は車のキーを取り出したが、その時、暗闇の中から一つの影が現れた。それは誠一郎だった。急いで、彼は二人を促した。森川が追ってくる。私の車で逃げましょう。三人は森川の追跡を逃れるように、山道を駆け下りていく。誠一郎の運転する車は、雨で滑りやすい道を慎重に進んでいた。このままでは危険です。誠一郎は言った。あの山小屋で休みましょう。そこなら安全なはずです。小屋の中で、三人はようやく息を整えることができた。暖炉には火が灯され、かすかな明かりが部屋を照らしていた。誠一郎さん、生きていたんですね。玲子は安堵のため息をついた。ええ、身を隠していたんです。誠一郎は疲れた表情で言った。彼は風花の隣に座り、彼女の手を優しく握った。すべてを話します。もう隠し事はしません。誠一郎は、自分が六甲家の養子であり、高取家の血を引いていることを、風花から教えられたという。そして六甲家が不正に得た土地は、本来なら彼のものだったと知り、正義を取り戻すために行動し始めたのだ。風花との出会いが、私の人生を変えました。誠一郎は風花を見つめながら言った。彼女は最初、私に復讐するつもりで近づいてきたそうです。しかし、私たちは互いを理解し、共に行動することを決めました。でも森川に計画を察知されて、風花が続けた。私たちは危険を感じて身を隠しました。幸太郎は私たちの協力者でした。私は身を隠し、幸太郎は、誠一郎の声が詰まった。彼は森川の手下に殺されたんです。私たちへの警告として、玲子は、父親の調査していたこととのつながりを感じた。私の父も、
同じ真実を追っていたのかもしれません。東條雄一さんですか？誠一郎は驚いたように言った。彼の名前は六甲家の古い文書に出てきました。彼は土地の問題を調査していたようです。私の父、いえ、六甲正彦は彼のことをとても恐れていました。父は真実を明らかにしようとして汚職の濡れ衣を着せられたんです。玲子は静かに言った。申し訳ありません。誠一郎は頭を下げた。私の家族があなたの父親を追い詰めたんです。いいえ、責めているわけではありません。玲子は首を振った。大切なのは今私たちが真実を明らかにすることです。風花が立ち上がり、小屋の窓から外を見た。雨が少し弱くなったみたいです。この雨が上がれば、私たちは森川の証拠を集めに行きます。誠一郎は決意を込めて言った。彼の自宅にすべての証拠があるはずです。土地の不正取引の記録、そしてあなたのお父さんを陥れた証拠も。窓の外では雨がさらに強くなっていた。そして遠くには警察のサイレンが聞こえ始めていた。三人は互いを見つめ、この雨の向こう側に待つ真実に向かって静かに決意を固めたのだった。第6章、光の道。事件から1年後、神戸の町はまた静かな雨に包まれていた。森川は逮捕され、六甲正彦も共犯として起訴された。証拠となったのは、森川の各資金庫から発見された資料と、玲子の父が残したメモだった。土地の不正取引、脅迫、そして東條雄一への謀略の証拠が次々と明らかになり、マスコミを騒がせた。真実が明らかになった後、誠一郎は六甲家の家督を継ぎ、父の罪を償うため、財閥の資産の一部を基金として、神戸の再生と貧困層支援のために寄付した。高取六甲記念財団と名付けられたその組織は、過去の因縁を超えて、新しい神戸の未来を築くことを目指していた。風花は誠一郎と共にその基金を運営している。二人は互いを理解する良きパートナーとなり、過去の因縁を乗り越えて新たな絆を築きつつあった。子供たちの笑顔を守ることが私たちの使命です。風花は記者会見でそう語った。彼女の表情にはかつての影が消え、穏やかな光が宿っていた。玲子は神戸地検での評価を高め、特捜部の中心メンバーとなった。彼女の手腕は高く評価され、複雑な経済犯罪や汚職事件の解決に次々と成果を上げていった。そして何より父の名誉は回復された。東條雄一は不正に立ち向かった正義の人として再評価されたのだ。玲子の机の上には父の写真が飾られていた。優しく微笑む父の姿。玲子はその写真を見るたびに、私はあなたの娘でよかったと心の中でつぶやくのだった。成美は定年を迎えたが、時折玲子を訪ね、彼女の相談相手となっていた。正義は時に曲がることもあるが、人の心はまっすぐであれ。成美は玲子にそう言った。あんたはそのまっすぐな心を持っている。それがあんたの強さだ。雨の降る神戸の街を見下ろす六甲山の展望台。玲子は雨の向こう側に広がる神戸の街並みを見つめながら、父の形見の傘を差していた。
港には大きな船が停泊し、街の明かりが雨に濡れて美しく輝いている。遠くから誰かが近づいてくる足音がした。振り向くと、誠一郎と風花だった。二人は手をつなぎ、一本の傘を共有していた。東条検事、こんな日に展望台ですか？誠一郎は微笑みながら言った。ええ、たまには街を見下ろしてみたくなって。玲子も笑顔で答えた。私たちの基金の第1号プロジェクトがついに始まるんです。風花が嬉しそうに言った。神戸港の近くに子どもたちのための学習センターを建設します。恵まれない子どもたちが無料で学べる場所です。喜んで、玲子はうなずいた。父も喜んでいると思います。もう気づいているかもしれませんが、誠一郎が静かに言った。私たちの基金の名前、光の架け橋は、あなたのお父さんへの敬意を込めているんです。彼は真実の光を求めた人でした。玲子の目に涙が浮かんだ。ありがとうございます。やがて雨は小降りになり、霧の向こうから虹がかかり始めた。7色の光の帯が神戸の空を鮮やかに彩る。雨の向こう側にはいつも光がありますね。風花がつぶやいた。そうですね。玲子はうなずきながら心の中で父に語りかけた。お父さん、私はこれからも光を見つけ続けます。たとえ雨の向こう側にあっても、虹は7色の光を放ちながら神戸の港を優しく包み込んだ。そこにはもう影も闇も見えなかった。ただ心地よい雨音と希望の光だけがあった。雨は静かに降り続けていたが、その雫一つ一つが新しい希望の種のように思えた。玲子は傘を閉じた。雨は上がったわけではなかったが、彼女はあえて雨に身を任せることにした。冷たい雨が頬を伝う感覚は不思議と心地よかった。さあ、行きましょう。玲子は誠一郎と風花に言った。これからの神戸を一緒に作っていきましょう。3人は肩を寄せ合いながら展望台を後にした。雨の向こう側にはいつも光があるのだ。その真実を彼らはこれからも忘れることはないだろう。